お願いします。この子を助けてください。そう言って俺のところに来たのは17、8くらいの女の子だった。赤ん坊を抱いたその女の子は琴葉。この名前は伊之助と名乗ったんだ。夫からの暴力から逃げて偶然この万世極楽峡にたどり着いたらしい。俺は教祖だからね、もちろん助けたんだよ。もう2月も経つのか。教祖様、おはようございます。今日はいい天気ですよ。外に散歩にでも行きませんか？琴葉おはよう。いや、やめておくよ。朝はいろいろ忙しくてね。伊之助はまだ寝てるのかな？忘れてた。部屋の戸を開けたらすごくいい天気だったから、なんだか嬉しくなっちゃって、そのまま来てしまったわ。伊之助が泣いている。朝から賑やかだね。2月、毎日こんな感じだけど不快な気持ちにはならなかった。不思議なんだよね、琴葉といるとこっちまで笑ってしまうことばっかりだった。さあ伊之助、教祖様にご挨拶しましょうね。伊之助も変わりなく元気そうだね。はい、これも全部教祖様のおかげです。ここに置いてくれてありがとうございます。いいんだよ、これが俺の役割だから。いつまでだってここにいていいんだから。いえ、でもいつまでも働きもせず置いてもらうなんて。怪我も治ったことですし、何か教祖様のお役に立てませんか？伊之助だってまだ手がかかるんだ。無理は禁物だ。何かあれば声をかけるよ。はい、やはり私ではお役に立つことは難しいですよね。そういった琴葉は悲しそうな表情を見せる。俺は琴葉のこの顔が嫌いだった。くしゃっと笑う顔がたまらなく可愛い子だったからね。そうだ、今日俺は出かける用事があったんだ。だから悩みを抱えた女性が来たら琴葉が話を聞いてやってくれないか？え？私が教祖様の代わりをですか？はい、喜んで。これはれっきとした万世極楽教としての務めだ。頼んだよ。俺はもう行かなきゃいけないからね。しっかり務めさせていただきます。そうと決まったらこうしてはいられないわ。伊之助、着替えて準備するわよ。コロコロ表情が変わって本当に飽きない子だ。可愛らしいな。さ、ちょっと早いけど行くか。でも俺の本当の姿はもちろん琴葉には話していない。揃っているな。単刀直入に言う。加減がまたやられた。これで三月続けてだ。弱すぎる。今の加減はこれほどにないほど弱い。そこでだ。お前ら上限が今日から柱を集中的に探せ。始末しろ。なるほど。これはしばらく忙しくなりそうだね。なんだ？不満があるなら言ってみろ。いいえ、とんでもありません。しばらく留守にするなら万世極楽教を少しの間閉めようかなって考えていただけですよ。お前まだそんなくだらないものをやっていたのか。これは赤座殿、失礼だな。人間が勝手に頼ってきてくれるから手間が省けていいのに。それなら人間と仲良くしている暇にもっと食って強くなればいいだろう。その気になれば上限の一にでもなれんじゃないのか。無惨様のおっしゃる通りだ。こんな男、強くなる気も戦う気もないなら上限から消えてしまえばいいのに。そんな上限の一なんて恐れ多い。私ごときには務まりませんよ。
お前の話はどうでもいい。なあ、早く柱を見つけたいな。どんな陶器を見せてくれるか楽しみだ。以上だ。早急に柱を消せ。いいな。ふう、柱を消せか。近頃夜もずっとここにいたからな。そろそろ外に食いに行くとするか。まだこんなところにいたのか。なんだそのため息は。柱と戦う自信でも見失ったか。ふん、お前こそさっさと行けばいいだろう。それとも俺に何か用でも。用あるわけないだろう。まあ強いて言うなら、最近どうなんだ教祖とやらは。珍しいことを聞くな。万世極楽教に興味が湧いたのかい？違う。今日の無惨様のお言葉を聞いただろう。いつまでもそんなことにうつつを抜かしていると。何が言いたいのかな？皆まで言わずともわかるだろう。あの無惨様のご様子だと、お前と会うのは今日で最後かもな。俺には都合がいいがな。じゃあな、教祖様。言われなくても分かっている。そろそろ手を打たなければ。無惨様を怒らせたら万世極楽教ごと消されかねないからな。そうなったら信者たちは、琴葉は。くそ！教祖様、雨どりになっていたんですね。お帰りなさい。あ、琴葉か。今は一番会いたくなかった。一人でいたかった。教祖様、その呼び方をされるたびに、俺はどうして鬼になってしまったんだろうって考える。もう同じ人間としては生きられないものかと。教祖様、先ほど村の八百屋のご主人がいらして、娘さんが昨夜から戻らないけどここに来てないかって。教祖様お会いになりましたか？知らぬ。昨日食ったあいつのことか。じゃあやっぱり探しに行かないと。一体どこへ行って。やめろ。人にはそれぞれ事情があるんだよ。属性愛想を尽かしただけかもしれない。そんなものを探して連れ戻して何のためになる。弱き者は死ぬ。ただそれだけだ。教祖様。ことはお前だって。そうだ、いつから俺はこんな人間じみてしまったんだ。俺は鬼だ。人間を食らう鬼。俺が助けなければ生きてはいなかった。今ここで消えても誰も気がつかない。違う。俺はこんなことを琴葉に言いたいんじゃない。そんなのは分かっていた。無惨様、赤座、あいつらの言葉が俺の心を乱しているんだ。教祖としてのドーマ、鬼としてのドーマ。本当の俺はどっち？怒りや困惑、迷いが入り乱れる俺の心は、その時一つの答えに結びついた。いっそのこと琴葉を今ここで食ってしまえば。私の命は教祖様に救われたものです。その命を教祖様がどうするかは自由です。琴葉、私の命が教祖様の心を救えるのなら、それで恩返しができるのなら本望です。君はずっとそうだ。出会ったあの日からずっと。心の奥まで見えてしまいそうなほど透き通ってただただ綺麗だった。そしてまっすぐ俺を見つめるんだ。心の綺麗なものを食えば俺の心も綺麗になるのかな。琴葉を食えば全て元通りに。俺はそっと琴葉を抱き寄せた。少しでも苦しまないように動脈を一気に噛み砕いてしまおう。俺は何を。琴葉を食おうとしたその時だった。伊之助の鳴き声で俺は一瞬にして冷静さを取り戻した。
琴葉。座り込んだ琴葉は静かに涙を流しながら震えていた。教祖様、私。すまない。怖がらせてしまったね。伊之助もごめんよ。よしよし。やっぱり教祖様だったんですね。何かな。俺は優しく琴葉の頭を撫でた。もう琴葉を傷つけるようなことはしない。心の中で一人誓っていたのに。あなたが人を食う鬼なんですか？何のことだい？どうしてそんな。うすうす気づいていたんです。もうそんなことやめてください。私のことを食べていいから、もう最後にしてください。違う。何かの勘違いだ。俺が変なことを言ってしまったからだな。すまなかった。本当はもっと前から気づいていたのか？でももし本当に気づいていたとしたら、俺にあんな笑顔を見せてくれるとは思えないが。とりあえず落ち着いて部屋に戻って、今日はもう休んだ方がいいね。琴葉の言葉に俺の心はさらにかき乱されていった。俺も琴葉も冷静になって、これからのことを話さなければいけない時が来たんだと思った。それが琴葉との別れになるとしても。わかりました。取り乱してごめんなさい。明日お話しする時間をいただけますか？ああ、もちろんだよ。ゆっくりお休み。もう琴葉には隠せないな。俺が鬼であることを告げたら、琴葉はなんて言うのだろう。他言無用でここを離れさせるか、琴葉は食わないと約束してここにとどまらせるか。俺は琴葉の言う通り、もう人は食わずに、この万世極楽教の教祖として生きていきたい琴葉と伊之助と共に。そうか。それがお前の答えか。深夜、突如琴葉の悲鳴が聞こえた。俺はすぐに部屋に向かった。部屋に近づくにつれ、鼻をつくいい香りが充満していた。何があったんだ？この匂いは。無惨様。遅かったな。今夜はここで宴だったであろう。部屋は血の海になっていた。そして部屋の中央には満面の笑みを浮かべる無惨様がいた。お前の言う通りだな。若い女の血は香りもよく美味だ。無惨様がそう言って目をやった先には、見覚えのある青色の着物が血に染まっていた。琴葉。いっそのこと琴葉を今ここで食ってしまえば、この万世極楽教の教祖として生きていきたい琴葉と伊之助と共に。琴葉。お前の頭の中は女のことばかりだ。虫唾が走る。だから代わりに食ってやった。感謝しろ。悔しければ柱の一人でもさっさと始末してこい。琴葉、すまなかった。痛かったろ。怖かったろ。守ってやれなかった。琴葉。無惨様が去っていった後、俺はどれくらいそうしていただろう。血の染まった着物を抱きしめ、涙を流すことしかできなかった。教祖様、散歩に行きませんか？キャー、伊之助が泣いている。琴葉、俺と出会ったりなんかしなければ。伊之助？声は部屋の押し入れの中から聞こえた。押し入れの中で泣いている伊之助を抱き上げると、そこには手紙があった。ダーマ様、苦しんでいるのに助けてあげられなくてごめんなさい。
あなたがどんな人でも人でなくても私を助けてくれたことは事実です。心が優しい方なんだから、もっと自分に自信を持ってもいいと思うの。教祖様に生意気よね、私。でもね、私はドーム様と出会えて幸せな時を過ごせました。ありがとう。伊之助をお願いします。琴葉、君はどこまで分かっていたんだい？自分が今日死ぬのも分かっていたみたいじゃないか。明日話そうってそう言ったじゃないか。自分の思いだけ言っていくなんてずるいよ。琴葉。涙も枯れ果てた頃、泣きじゃくる伊之助を抱いて俺は外に出た。伊之助をそばに置くのも琴葉を思い出してしまうから嫌だった。だから俺は無責任を承知で伊之助を川に流した。ごめんな。お前ならきっと大丈夫さ。琴葉が見守っていてくれるよ。琴葉の子だからきっと良縁に出会うだろう。そう思ったからだ。それからのことはよく覚えていないんだ。だけど一つ確実なことは、人間は食うもので、俺の全ては無惨様ということだけだ。